皆さんこんにちは、ガジログです。今回はガーミンから発表されました Vivo Move Trend というハイブリッドスマートウォッチをご紹介したいと思います。一体ね、どんなスペックになっているのかご一緒に見ていきたいと思います。今回もガーミン日本公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。まずパッと見の印象なんですが、こういったね、物理的な針、そしてディスプレイとの融合ということで、クロスオーバーインクティクトですね、先日もスペック解説をしましたが、そちらのモデルのよりライト版という感じになっていて、よりカジュアルになっている感じがします。特徴としましては、この Vivo Move Trend っていうのはクラシックなアナログスタイルにスマートフォンの通知や Suica の決済、日常シーンで不可欠なスマート機能を搭載してますと出ています。アナログ時計の美しさとスマートウォッチの便利さが融合しているということ。そしてスマートウォッチモードで約5日間の稼働時間を実現し、1日を通して身につけることができますと出ています。5日間なんですね。また画面をタップ、またはスワイプすることにより、普段は隠れているタッチスクリーンが表示されますと出ていますね。つまりですね、傍から見ますとパッと見はアナログ時計にしか見えないということで、しかしながら画面をタップしたりするとスマートウォッチの機能が出てくるということでね、なかなか面白いですね。またスマートフォンとペアリングすることにより、メールや着信、カレンダーのリマインダーが確認できますということでね、スマートウォッチの機能が当然ながら入っているということです。またヘルスケア関連も充実しています。あなたの体をより深く理解しましょう。睡眠、ストレス、体のバッテリー残量、ボディバッテリーですね。これいいですね。計測できますよとあります。そしてガーミンはね、このあたり強いですね。タッチ決済、ガーミンペイ、またスイカで支払いは簡単にキャッシュレスで行いますよと出ていますので、順当にしっかり搭載されてきています。そしてデザインやカラーリングを見てみたいと思いますが、まずこちらのホワイトバンドにピンクゴールドのベゼルがついています。またこちらはアイボリーにまたゴールド、そしてブラック、またホワイトバンドにシルバーという感じで、男性のユーザーも取りこぼさないようなカラーリングもしっかり準備されています。またこちらですね、長時間稼働のバッテリーということで、バッテリーは最大5日間ということになりますが、針の動きのみのアナログ時計モードとして、さらに最大1日使用できるバッテリー稼働時間で、1日中いつでも身につけてられますよとあります。そして15分の短い充電で最大1日分のバッテリー稼働時間をチャージできますとあります。また充電方法になりますが、地位認証の充電パッド、これは別売りですよとありますが、これを使うことによってワイヤレス充電を利用することもできるということですね。そしてこのね、ベゼルになりますけども、ステンレススチール製ということになっています。またドーム型のガラスも採用されていて、快適なシリコンバンドを採用し、豊富なカラーバリエーションが魅力で、仕事や休日などあらゆるシーンに最適ですとあります。そしてこのバンド幅になりますが、20mm ですね、クイックリリースバンドに対応しているということですので、市販のものと取り替えが可能になっているわけですね。そして伝統的な時計のデザインとありますが、普段は非表示になっているディスプレイは必要な時にだけ表示されます。タッチスクリーンを操作する時には時計の針がダイナミックに動きますよとあります。つまりこの画面が見えやすいように針が水平に移動してくれるわけですね。そうすることによってこの上部とこの下部にありますSuicaの情報がはっきり見えるようになっています。またこのブラックのモデルを見てみますと、この V 字にですね、10時10分の位置に針が移動してヘルスケア関連とかの情報も見れるようになっていますね。このあたりは面白いですね。そして日常で不可欠なスマートな機能もいつでも使用できますとあります。例えば通知の機能も充実しています。Apple や Android スマートフォンとペアリングすると、ウォッチでメールやテキスト、SNS の通知を受け取れますよとあります。また Android のスマホであればテキストに返信することも可能のようです。またセーフティー&トラッキング機能とありますけども、ウォッチとスマートフォンをペアリングしておくと、登録連絡先に手動で現在地を送信したり、必要に応じて屋外でのウォーキングやランなどのアクティビティ中に自己検出機能を利用して援助要請を自動で送信することができますとあります。これはすごいですね。Apple Watch とかでもついているような機能になりますし、結構ハイエンド向けのウォッチにはついている機能がしっかり搭載されていることがわかります。この画面を見てみますと、援助を要請中と出ていますね。そしてヘルスケア関連ですね。充実のヘルスとウェルネス機能で健康な生活を維持しましょうと出ています。まずボディバッテリーのエネルギーモニターがついていますね。この辺はガーミン独自の機能ということでしっかり搭載されています。身体的エネルギーの残量、つまり
体のバッテリー残量を測定できますよとあります。数値は5から100で表示され、スコアが大きいほどその日の活動や運動に費やすことのできるエネルギーが十分にあることを意味します。反対にスコアが低いほど体力を温存して休息を取る必要性を示しますよとあります。どういった形でね測定しているのか分かりませんけど、こういったものをね一つ指標としてその日の行動をスマートに検討することもできそうです。また光学式の心拍計ということで、このあたりはスマートウォッチであれば標準搭載になっていますが、しっかりね心拍数の測定にも対応しています。そして睡眠スコア付きの先進睡眠モニタリングということで、睡眠モニタリングにもしっかり対応しています。そして血中酸素トラッキングにもしっかり対応しています。またストレスレベルにも対応、またブレスワークアクティビティということで呼吸の練習ですね、マインドフルネス的なこともしっかりできるようになっています。そして女性のための健康トラッキングということで、生理周期や妊娠のトラッキングをすることもできるようです。そして水分補給トラッキングということで、毎日の水分摂取量をリマインダーとして記録して水分補給を促す機能がついています。そして呼吸数ですね、1日を通した呼吸の数、睡眠中の呼吸、ブレスワークやヨガのアクティビティ中の呼吸を確認して呼吸の仕方をよりよく理解するのに役立てることができますということで、より細かなですね呼吸の機能もついています。そして次にフィットネスに関する情報になります。フィットネス年齢とありますけど、実年齢や毎週の活動、安静時の心拍数、BMI から体の年齢を推定する機能です。体が実年齢に対して若いか老いているかを確認できますよとあります。内蔵されているスポーツアプリということで、ワークアウトの機能が何が入っているかってことになりますね。ウォーキング、ランニング、サイクリング、ヨガ、そして筋トレ、カーディオ、プールスイムなどのアプリケーションを搭載し、あなたの運動をトラッキングできますよと出ていますが、詳しいね情報に関しまして後ほど見てみたいと思います。またフィットネスの記録ということで、屋外で運動する間、ステップ数、歩数ですね、消費カロリー、週間運動量などを記録できます。他のガーミンスマートウォッチ同士でデータを同期させることもできますよとあります。そして他の機能としましては、防水等級ということになりますが、50メートル防水に対応しています。スイミングやシャワーだけになく、スパを楽しむ日に最適ですとありますね。高温になるとね、結構パッキンが緩んでしまって浸水する可能性があると言われていますが、この辺は大丈夫なんでしょうかね。そして小さくてエレガントなデザインということですけれども、40mm のサイズ、小さめですよとあります。40mm ほどの小さめサイズでありながらエレガントなデザイン、身につけることが気にならないほど違和感なくフィットしますということで、個人的にはこのサイズってすごくいいなと思います。結構ね、46mm とか 47mm とかね、結構大きめのサイズになると、本当に腕が細いとですね、ちょっとウォッチが強調されてしまいすぎて、個人的に結構腕が細いので、こういったサイズ感っていうのはいいなと思います。ではまだ触れていなかった詳細情報について見ていきたいと思います。気になるところとしましては、ディスプレイのサイズになりますね。1.01 インチ ×0.74 インチというふうになっています。決して大きいサイズではありませんけども、下の解像度を見てみますと、結構このサイズにしては高精細のピクセル数になってるなと思います。 254×346。そしてディスプレイのタイプになりますが、実はですね、モノクロの LCD っていう風になっています。まずカラーではないということと、そしてアモレット、有機 EL パネルではないということになりますので、モノクロですので、そんなに華やかなディスプレイではありませんけど、よりね、分かりやすいんじゃないかなと思います。そして重量になりますが、ケースのみの場合は 28.3g、そしてバンドと込みですね、43.3g になっていますので、スマートウォッチからすると大体順当の重さになっています。そして稼働時間とありますが、先ほども触れましたけども、スマートウォッチモードであれば約5日間になっています。そして時計モードの場合は追加で約1日とありますので、スマートウォッチモードを使っていない場合は6日間という感じになっていますね。スマートウォッチ機能をやっぱり使うと思いますので、どうしても5日間ぐらいが目安かなと思います。健康モニタリングの中で注目すべきところとしては、血中酸素のトラッキングがあるんですけども、スポットチェックになっていますので、都度ですね、必要な時に手動で行うということになります。他メーカーでやっているような24時間モニタリングを定期的にやってくれるわけではありませんので、そのあたりはね、ちょっと要注意ということになります。またオプション設定で睡眠時にも測定ができるようですけども、このあたりにやっぱりバッテリー消費っていうのは大きくなるのかなという感じはします。そして環境光センサーが積まれていますと、明るさ調整をね、自動でやってくれるっていうことが推測されます。
このあたりもね、しっかりこの価格帯であれば当然ながらついているという感じになります。そしてスマートフォンの音楽再生操作にも対応していますので、スマートフォンで Spotify や音楽プレイヤー、また YouTube などのね、そういったメディア系のアプリを使っている時には、再生や一時停止、次の曲送りとかね、ボリューム調整とか、そのあたりしっかりできるんじゃないかなと思います。そして先ほどお伝えしましたように、ワークアウトの種類になりますけど、ここに今出ているのが全てかどうかは分かりませんが、より詳しいものも出ています。筋トレですね、カーディオ、エクストレーナー、ステッパー、ブレスワーク、ピラティス、ヨガ、そしてランニング、トレッドミルラン、サイクリングのバイク、プールスイム、ベーシックと書いてありますね。これ以外のことはちょっと書かれていませんので、ワークアウトの種類はそんな多くないなという感じはします。そして同梱物になりますけども、まず本体とともにチャージングケーブルですね、充電の有線ケーブルになっています。ワイヤレス充電するための地域規格の充電器はついていません。そしてクイックスタートマニュアルですね、この3点が同梱されているということになります。はい、というわけで最後に発売日と、そしてお値段になりますけど、発売日は2023年2月9日の木曜日になりますね。そして肝心のお値段になりますが、これはガーミンのオンラインサイトになりますけども、49,800円になっています。これはどうでしょうか。ちょっと高いかなという感じはしますが、さすがガーミンですね。相当自信があるってことが読み取れます。はい。というわけで今回、ガーミンの vivomove トレンドというね、スマートウォッチをご紹介しました。特徴としましては、物理的な針ですね。アナログ時計とともに、そしてスマートウォッチの機能をハイブリッドで搭載されているという。そしてディスプレイはモノクロの LCD ということで、ちょっとね、特殊なタイプになります。ぜひチェックしてみてください。この動画が良かったよってことは高評価。そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。